コロナ後の日本を語るコアトです。今回は1988年当時の統一教会の生活について話そうと思います。私は1987年の12月に献身して、1989年の3月に脱会した元統一教会員です。しばらく報道がされていなかったので、すっかり落ち着いたのかなと思っていました。それが7月の安倍元首相の銃撃事件があって、その後大変な話題になり、多くの報道がされて、改めて、ひどい団体だなと思っています。今国会で、解散請求を出すか否かということが問題になっていますけれども、私は解散請求を発した上で、宗教法人としての法人格を取り消して、その上で反カルト法を制定すべきだと思っています。私が最初に統一教会に接したのは印鑑の訪問販売でした。1986年の4月に、東京のソフト会社に就職するために上京したんですけれども、会社は社宅を用意してくれました。江東区の都営団地13階にある 2DK の間取りだったんですけれども、そこに一つ上の先輩と同期と3人で住みました。2年の期限付きということだったので、2年経ったらどっか探さなきゃなんないなと思って住んでいました。2年目になって、大きいプロジェクトにアサインされたんですけれども、忙しくなる中で、たまたま社宅に一人でいた時に、ある女性が訪問してきました。ブザーが鳴ったので覗き窓を見ると、小柄で、年齢不詳の地味な感じの女性が一人立っていました。ドアを開けて、何ですかというと、手相を見せてくださいって言うんですね。そして、手を出すと、なぞるような仕草をしながら何か気になるようなことをいろいろ言うんですよ。そして、もっと知りたければ生命判断をするといいと言うんですね。無料だって言いますから、そうなんですかということでキッチンにあげて、生命判断をしてもらうことにしたんです。何か因数分解のような作用をして、画数を弾き出すんですけど、その画数に応じて、なんか運がいいとか悪いとか、なんか将来よからぬことが起きる可能性が高いとかっていうような話をするんですよ。そしてそのよからぬことが起きないようにするためには印鑑を買えばいいっていう話になっていくんですけどね、おもむろに、印鑑のカタログをバッグから取り出して、確か10万、10万以上全部したと思うんですけど、10万以上、高いので30万台だったかなと思います。象牙のやつがあったり、木のやつでもいろんなバリエーションがいくつかあって、で彫り方に応じて、何かその運勢に違いが出てくるような話でした。それを聞いて、これは印鑑の訪問販売だと思って、断ったんですけど、帰り際に、あなたとはまたお会いしますというようなことを言い残して、帰ってきました。その後しばらく忘れていたんですけど、3ヶ月ぐらい経ってからだと思います。一つ上の先輩から国際政治のセミナーに行かないかとビラを一つ渡されて誘われたんですね。おかしいんですよ、その話は。彼は全く本を読まない人間なんです。暇があればパチンコを
しかしない。たまに、彼女が泊まりに来る。その彼がパチンコはしなくなった、彼女は来なくなった、酒もタバコもやめた、そして国際政治のセミナーに誘ってきたんですよ。おかしいと思いました。ただ何が彼を変えたのかな、興味は湧きましたね。その先輩は同期にも声をかけたようですけれども、彼はこれ何か危険だと思って断ったようです。でその先輩に、行ったんですけれど、確か神田にあるセミナールームだったと思います。30人、ぐらいの参加者がいたかなと思いますけど、そこで女性の講師が、話したんですけど、当時冷戦、構造の社会でしたから、共産主義とその自由主義権の今対立があるのは宗教的な背景があるのだというような内容でした。そして、この問題を解決する指導者がいるのだというオチでした。でその講師の雰囲気がどうも以前訪問できた印鑑販売の人と似てたんですよ。で問い詰めたんです、先輩を。これあれとなんか印鑑販売となんか関係あるんだと言うと、そうだっていう話になって、一体これ何なんだと、問い詰めていくと、キリストがいるんだと言うんですね。アホかってのは言ったんですけど、崩れないんですよ、表情が。真顔なんですよ。それは以前の彼とは違ってた。そういうタイプの人間ではなかったんです。これ何なんだろうなと、彼を変えたものは何なんだろうなっていうのはやっぱり、そこでも興味が湧いたので、何なのかと、聞いていくと、もっと詳しく知るにはそのビデオセンターというところがあって、そこで、何か講義をビデオを見て、勉強するといいんだっていう話になって、無料だって言うんですね。無料だって言うんですよ。小岩にあったんですけど、そのビデオセンターっていうのが、14巻ぐらいのシリーズだったと思います。仕事終わりにそこ通うようになって、1回行くと1巻か、2巻ぐらい見て、女性のカウンセラーと感想を話し合うんですよ。なんか品のいい感じのカウンセラーなんですけど、で14巻全部見終わった頃には 2days っていうその研修セミナーっていうのがあるんですよ。1泊2日だったと思うんですけど、でこれを勉強している人が他にもいて、みんなで、楽しい勉強会ができるんだというようなことだったので、そこは有料だったんですけどね、そんなバカ高くはなかったと思います。その 2days に、僕が行った時は箱根の研修所でした。統一教会ってその研修所っていうのをいっぱい持ってるんですよ。今どうか分かりませんけど、昔はいろんなところにありました。確かにすごくフレンドリーなセミナーで、正直好感は持てましたね、その時は。で帰ってくると、今度は新小岩にある天地館って、当時天地館って確か呼んでたと思うんですけど、
統一教会でいう館っていうんですよね。共同生活をしてるんですよ、彼らは。そこで、もうビデオではなくて、直に、リアルな講師に、さらに詳しく、講義を受けられるんだと。それ無料なんですよね。いう話になって。で、今度はビデオセンターではなくて、その館の方に、毎日仕事帰りに、そこに帰ってきて夕飯を食べて、講義を聞いて、帰るという日々が確か1ヶ月ぐらいは続いた。1ヶ月前、2週間ぐらいあったんじゃないかなと思います。それが終わると今度は 4days っていうやっぱり合宿なんです。合宿セミナーなんですよ。3泊4日だったと思うんですけど、内容は大した変わらないんですよ。それまでやってきた内容とそれほど変わらないんですけど、少しずつ深めていくんですよ。その統一教会のその内部の事情について、4days は確か草津にあった研修所だったと思います。でそれが終わると今度は実践トレーニングっていうのが進められるんですね。だからその 4days の中で確かこの団体が統一教会で、文鮮明っていう人がいて、その人がサリーのメシアなのだということが正式に告げられ、たんだと思います。でその実践トレーニングっていうのは今度始まると何やるかというと、要は勧誘なんですよ。路傍伝道って言い方はするんですけど、勧誘なんです。その天地館という館に帰ってきて、アンケート表を持ってですね、駅前に出て、20代から30代ぐらいの男女に声をかけては、アンケート用紙に、チェックを入れながら話題を引き出して、それで話題ができて、いい感じになったところで、ビデオセンターに動員するというような活動を毎夜毎夜仕事から帰ってきてはやるというふうに変わりました。もうそこまで来ると次は献身を進められます。献身というのはいわゆる専業スタッフとして、働くってことなんですよ。今までやってた仕事をやめて、捧げる、身を捧げるって書くんでね、もう統一教会に身を捧げるんだという意味なんですけど、基本的には就職なんですよ。これはさすがに少し考えましたね。ただその自分が最初に就職した会社が一生働く会社かなっていう気持ちはありました。そして社宅が2年の期限付きなので、もう少ししたら住む場所を考えなきゃならないということもありました。当時、一通り、講義セミナーの内容を聞いて全て真に受けたわけではありません。当時一緒に活動していた統一教会員の人たちも本当に全部全て真に受けているかというとそうではないと思います。信じているふりをしている人も相当いると思います。私はなぜ献身をしようと思ったかというと、もしこの道が本当ならば続けてもいいんだけれども、2、3年とにかくやってみて、ダメなら、そこで何とかもうして
抜きりゃいいやと、最初からそういう気持ちありました。いかんせん、当時大規模な事業をやっていましたから、今も問題として取り上げられますけど、国際ハイウェイ構想というのがあって、日韓トンネルの話があったり、ワコムっていう、上場してる会社なんですけどね、ちょうどその頃に設立された会社です。そういういわゆる事業としての成功っていうのが、続いていたっていうのもあって、もしかしたらこれは一つの人生の選択肢としてなり得るのかなという気持ちでした。ただ、今思えば大変危険な行為だと思います。で、87年の12月に検診して日韓安全保障セミナーに行ったんですけれども、韓国の軍ですね、軍隊に反問店で冷戦の状況を説明受けるんですけど、その後にソウルのロッテホテルに確か泊まって、そこで脱北者の講演がありました。北朝鮮の悲惨な生活状況であるとか、あるいは拷問であるとかといったその当時共産圏と言われた世界の問題っていうのをそこに参加した人たちと共有するっていうようなセミナーでした。それが終わって、すぐに東京都議会選挙があって、私の任期が足立区だったんですけども、そこで2人の自民党の候補者を支援しました。1人は、幼稚園のオーナーで、1人は医師だったと思います。2人とも当選したんですけれども、ポスター貼り、凱旋、あと講演ですかね、講演は僕はあまりやらなかったんですけど、当時勝共連合としてはやっていました。あと公設秘書っていうのは今話題なんですけど、当時いたことはいたと思うんですけど、多くはなかったと思います。最近のそのニュースを見ると、かなりの人数がその公設秘書として無料で、活動してたっていうことを話されてますけど、当時もいたはいたと思います。聞いたことがあります。ただ多くはなかったっていう状況です。で、一つ思い出深い話があって、そのポスター貼り、その選挙の時にポスター貼りをやったんですけど、たまたま橋の橋脚に貼ろうとしていた時に巡査に声をかけられて、そこは貼っちゃダメだよっていうようなことを注意されただけなんですけど、住所を聞かれて、その後に館に電話が来るようになったんですよ。で、それを長に話すと、そういうことは早く言えと。そして今度また電話が来たら、部署と名前を聞けと言うんですね。その通り、名前と部署を聞いて、長に伝えたんですけど、そしたらピタリと電話が来なくなった。これはもしかしたら何かその警察に働きかけられるような仕組みがあるんじゃないかなと思いました。内部では普通に大物政治家が肩入れしてくれているから、我々はいいことをやっているんだから
何も恐れることはないと、正義のためにやっているのだという思いで、いましたんで、やっぱりそうなんだなと。おそらく大物政治家って言われる方が肩入れをしていたんだろうなと思います。今よくズブズブっていう言い方しますけど、もう当時の状況でもやはりズブズブだったと思います。私は直接その大物政治家の方と会ったこともなければそのやり取りを見たわけではないんですけれど、実際そういうことがあった。その後今度はこっちが印鑑販売をすることになって、で印鑑販売って手相を見たり生命判断したりっていうことなんですけど、マニュアルがあるんですよね。マニュアルがあって、ただ大したマニュアルじゃないんですよ。大体は慣れっていうんですかね、その内部的に共有されているようなノウハウみたいなのがあって、それをやりながら覚えるっていうような感じでした。大体はそのペアでやるのが普通で、毎回男女のペアを変えて、どっちかが先生役、どっちかが弟子役というのを交互にやってました。3ヶ月ぐらいやったと思うんですよ。僕は一つも売れなかった。よかったと思います。でその後に珍味売りって言い方するんですけれど、キャラバンとかっていう言い方もしてましたけど、ミニワゴン車ですね。ワゴン車、あそこの荷台に、4人4、5人で、運転手合わせて4、5人で、乗り合わせて、それで、ホタテとか、イカとか、だからいわゆる乾き物です。酒のつまみになる、乾き物の種類が6種類ぐらいあって、統一教会の会社で作ってる、品物なんですけれど、それの大きい袋のやつをスポーツバッグに詰めてですね、そのワゴン車で移動しながら朝から晩まで個別訪問で、売り歩くというやつなんです。当時は全ての人が例外なく通過する、儀礼だったと思います。朝7時ぐらいから始まるんですけど、で2時間とか3時間に1回集合場所があって、そこで、結果を話してまた出発するというのが長い時は深夜までするんですよ。夜の下手したら11時とかですよ。夜中に飛び込み営業するんですよ。あれ確かに1ヶ月やると人変わりますよ、あれ。でそれが終わって、確か千葉県の蘇我だったと思うんですけど、そこ千葉の蘇我に館があって、メッコールの市場開拓をやりましたね。各班活動。メッコールというのは、コーラと似たような飲み物なんですけど、統一教会の会社で作ってる飲み物で、当時韓国で大量に作られて、日本に輸出されてました。で置き場所がなくて、その千葉の館に大量に積まれていて、飲み放題だったんですね。飲み放題、いくら飲んでもいいということで、それを、自動販売機を含めて、
売るんですけど、で詰め替えをしたりという活動をやっていました。で脱会したのが89年の3月なんですけど、その頃に霊感商法のひどさっていうのを知って、よくツボツボって言うんですけどね、あれツボってみんなに売るもんでもないんですよ。いろんなもの、年中とかその印鑑とかその他絵画とか宝石とか、いろんな売り物が当時あったんですけど、小さいものからいって最後に全財産を巻き上げる、ためにツボっていういわゆる本格的な霊感商法、霊感商法と言わないですけどね、内部では、をやると、それを見聞きする機会があったので、これはひどいなと、思って、これはもうこのまま行くではないなと。あと半年いたら、合同結婚式のもしかしたら対象になっていたかもしれない、そんな状況です。で抜け方なんですけど、あれ統一教会って当時は館を頻繁に変わる、いわゆる人事異動がよくあったんですよ、頻繁に。おそらくその親の追跡をかわすためだとか、あるいは警察の捜査をかわすためっていう目的もあったんじゃないかなと思います。で自分も蘇我から再び小岩に戻ることになって、総武線で小岩に向かったんですけれども、その時にもう小岩には降りないで、そのまま新宿まで行って、新宿で降りて、それ以来帰っていません。とにかく家に帰ったらいかんなと思ってました。必ず連絡したり、場合によったら訪問に来たりっていうことをしますからね、彼らは。なので何とかして、自分で、道を切り開かねばならないなと思いました。でロッテリアで一晩考えて、朝方になって高田馬場の公園まで歩いて、アルバイト情報誌を見たんですよ。で、産経新聞の勧誘費の仕事があったんで、それが住居付きってこともあって、じゃあこれにしようかなと思って高田馬場にある事務所に行きました。ありがたいことに、即日4畳半一間の部屋が与えられて、先輩に最初はついて、新聞の勧誘をやって、1ヶ月ぐらいしてですかね、14、15万貯まったので、ソフトの会社に、ソフトの仕事に戻ろうかなと思って、再び就職情報誌を見て、新宿の会社の面接を受けて、採用されて、それ以来ソフトの会社でソフトの仕事で今まで生きてこられたと。オウムのサリン事件があったので、若い人に統一教会って言っても、1年前だとよく分からなかった、伝わらなかったんですよね。私去年の7月にこういう本を出しました。回想録なんですけれども、統一教会の経験は一つの経験として、それ以降もいろんな経験ありましたので、英国留学もしました。そしてその後自分の会社も作りました。そういった中でコロナの危機があって、
グローバルって言ってきた流れがどうやら変わりそうだなと思って書いた本なんですけど、本を出した当初、若い人に統一教会の話をしてもなかなか通じなかった。それが、今は一発で通じますんで話しやすいですよね。で、2世の犠牲者の話も今出ていて、救済が必要だということも話題になってるんですけれども、本当に、社会的なフォローが必要だと思います。そもそも全く報道されなかったこと、そして、公教育で、例えば、中学生高校生ぐらいになぜこういう団体があって気をつけなきゃならないのだということを教えられないのか。カルトは統一教会だけに限りません。いろんな宗教の問題があるので、それについてはやっぱり公教育で、その存在と、断り方っていうのも教えるべきだと思っています。このカルトと政治の問題っていうのは非常に根深い問題だと思います。企業経営者の中には俺も文鮮明みたいになりたいなと思ってた人が少なからずいるんですよ。もし、よければ今後も動画作っていきますので、ご覧になってください。ありがとうございました。